早々のフリーレンを、100回見た私が、これまでに思ったこと、調べたことをまとめるチャンネルです。よろしくお願いします。第3話、中央諸国の交易都市バルム。ヒンメルの死から27年後。第2話から1年が経ってるね。1分41秒の猫のあくびで、平和な街なのかなって思うね。1分53秒に前後に並んで歩く、フリーレンとフェルンの、身長差があることがわかるね。フェルンの髪もだいぶ伸びてる。4分45分頃から、酒場のシーンになるんだけど。やからそうな人たちが、たむろしてるとこね。一応クスッとなる、息抜き的なシーンなんだけど、ちょっと改めて、先入観、みたいなのを、考えさせられたなぁ。フリーレンやフェルンは、魔法を武器に戦うけど、生身の人間は、武器防具が必要なんだよ。貿易都市バルムは、高い壁に囲まれているけど、壁の向こうは危険なのかもしれない。冒険者の彼らが、街の周りで戦ってくれているおかげで、猫がのんびり、ゴロゴロできる街として、成り立っているのかもしれないよ。やからって言ってごめんね。いいよ。6分21秒、フェルンを誘った後のフリーレンが、ものすごくぎこちなく歩くのよね。緊張してるのかな ?7 分15秒。フラッシュバックが入るね。フリーレンは第1話で、もっと人間のことを知ろうと思う。ということで一人で旅立ったけど、些細に思えるような、ヒンメルたちとの会話を、ちゃんと覚えているんだよね。ヒンメルの葬儀の時に、知ろうとしなかった、と泣いていたけど、自覚していないだけで、本当はいつでもみんなが心にいるよね。7分41秒、アイゼンの好物が、酸っぱいブドウだというシーンがあるんだ。第2話の12分7秒で、甘いブドウを酸っぱいブドウに変える魔法を、覚えたシーンがあるよね。何のための魔法かと思っていたけど、アイゼンのためだったかもしれないね。10分20秒。2種類の積み上げられた石が映るね。これはいろんな解釈があると思う。私としては、共に旅をしているフリーレンとフェルンを、表しているのかなって思ったりする。今は並んで歩いていて、同じ時を生きている二人だけど、積み上げてきたものの違いというか、内面の層ということ？もちろんそれぞれ二つと三つという、単純なものではないだろうけど、簡素化して表しているのかなと。高さとしては同じくらいだもんね。12分7秒から川を渡るため、フリーレンが丸太の上を歩くんだけど、結構足元が、おぼつかない感じで歩くのに比べて、フェルンは3歩目くらいから、安定して小走りになるのよ。フェルンの身体能力の高さがわかるね。13分43秒。クバールだね。この地で悪役の限りを尽くした魔族。ということは10分30秒に、魔法の実践を訓練していた森の中にあった、折れた柱や崩れた家屋は、こいつの仕業だったのかもしれないね。14分1秒に、ヒンメルが毎年この村に、来ていたと知らされるね。ヒンメルの死から27年目だから、倒せなかったことを気にしていたんだね。結構なご老体だったろうにね。14分31秒のヒンメル、14分39秒のフリーレン、同じ角度で空を見上げているんだよね。きっと空には相手の顔を思い浮かべているね。14分51秒、おそらくフェルンが初めて目にする、ボスレベルの魔物。見上げてキュッとコートを握るね。15分34秒、クバールを倒さずに、封印した理由が語られる。12分58秒に、フリーレンが村の入り口の前で、少しの間立ち止まった理由がわかる気がするね。16分に語られる、魔法使いの7割が、ゾルトラークによって、されている。というのは興味深いね。冒険者の割合は4割だもんね。魔法使いが、クバールに挑まずにはいられないのか、クバールが魔法使い狩りをしていたのか。魔法使いを根絶やしにしようとしてた気はするなぁ。19分30秒。クバールが防御魔法の仕組みを、理解するのが早いね。人類が何年もかけたゾルトラークの研究を、一瞬で解析し理解するんだよ。クバールが本当に強い魔物であると同時に、賢いのだとわかるね。19分48秒くらいから流れる曲。ゾルトラーク、だね。ゲンホイッスルという、リコーダーに似た楽器がメインの楽器曲だよ。メロディーや楽器の音色を際立たせる音楽だね。20分28秒。フリーレンがゾルトラークを撃つね。クバールが撃つゾルトラークは黒いけど、フリーレンが撃つゾルトラークは白いんだ。何か違うのかな？ 20分45秒。フェルンが膝をついているね。防御魔法で消耗したのもあるだろうけど、怖かったのもあるかもしれないね。22分41秒。石碑に麦わら帽子がかけられているね。
14分にも映ってた石碑だね。最初に映った時、ヒンメル様が村に毎年訪れておりました。と言いながら石碑を撫でるんだ。だからあの石碑は、80年前のクバール封印の、記念碑じゃないかと思うんだよね。だから平和な地となった感謝を込めて、果物や穀物をお供えしてるんかね？封印はいつか解けてしまうから、戒めのためもあったと思う。勇者ヒンメルが信じた。白い髪のエルフフリーレンが、またこの地に来てくれることを、自分たちも忘れないようにと。封印の記念碑であった石碑を、ヒンメルに見立てて、あなたが信じていたフリーレンが、クバールを倒してくれましたよ。今回こそ、本当に平和をもたらしてくれましたよ。という感謝の意味も込めて、石碑に帽子を、かけてあげたんじゃないかなって。戒めの意味もあった封印の記念碑が、平和の記念碑に変わった。石碑の意味自体が変わったんだ。大きい町なら、銅像職人がいるだろうけど、山あいの小さな村だから、像じゃなくて、記念碑だったんじゃないかな。21分12秒に、この地方はこの季節でも日差しが強い、と言っていたでしょう？銅像に帽子をかぶせる感じか。皆さんはどう思いましたか？今回の動画が、良かったよと思ってくださった方、いいね、ボタンをお願いします。動画作成の励みになります。そして早々のフリーレンが好きで、その気持ちを誰かと共有したいと、思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。登録後に表示されるベルマークを押すと、次回投稿時に通知が届きます。皆さんの感想や気づいたこと、またこの動画の感想も、コメント欄で教えてくださいね。